ギタオです。今回は実は表情豊かな子、鉄の毒画の紹介です。はいどん。9分でわかる鉄の毒画のすべて。この子の特徴はまずこの特攻種族値140。今解禁されているポケモンの中で一番高い。素早さと特殊耐久も高めです。ただ特攻の高さだけだと EU くんがいるんで採用理由にならないんですけど、素早さと耐久がちょっと高いっていうのとタイプが差別化のポイント。EU くんは EU くんでタイプ優秀なんですけど、この子も半減以下にできるタイプが8つでめっちゃ優秀。フェアリーを4分の1にできるのが特に良くて、フェアリー抜群の最悪ポケモンたちとの相性補完はすごくいいですね。あと毒タイプ持ちってことで耐久型対策の毒菱の効果を消せるっていうのが地味に嬉しい。その意味でもチオンジェンとかディンルーとかと組み合わせやすいです。ここから詳しく説明します。特性はクオークチャージ。ブーストエナジーかエレキフィールドで能力が上がるいつものやつ。この子育てるときは特攻以外を上げたいときは努力値調整が必要ってことは覚えておかないといけなくて、例えば素早さを上げたいときは素早さが最速なら特攻努力値は132までに抑える必要があります。素早さ関係。素早さ速着重は速い方だけどめっちゃ速いわけじゃない。ただもちろんブーストエナジーとかで素早さを上げればドラパルトとかを余裕で抜ける素早さはあります。素早さを上げる持ち物を使わない場合は最速にするのももちろん有力ですけど、今の環境だと素早さ速着重あたりにあまり使われているポケモンがいないので、鉄の毒画ミラーを考えないならガブリアス抜きにするとかもありですし、EU くんが100族で抜いておきたいようにも見えますけど、こだわりスカーフの方とか素早さを落としている方とかも結構いるので、さらに素早さ下げて控えめにするのも全然あり。ちなみに素早さあまり振らない方の時も努力値少し振って気のガスを抜けるようにするのがおすすめです。技。炎技は基本は炎の舞。50% の確率で特攻が上がる強強技。少し威力は低いですけど、威力の高いメインウェポンとして他にヘドロウェーブもありますし、基本はこの技採用でいいと思います。火炎放射とか大文字はどうしても倒したい相手がいてダメージ足りない時に採用みたいな感じ。1回目火炎放射がちょうどヒットポイントフリサーフ号を確定一発だったりするんですけど、対戦だとサーフ号を交代することが多いと思うので、それだけだと火炎放射の採用理由にはならなさそうかな。オーバーヒートは高威力技で炎の舞と両方採用するのは全然あり。ヒットポイントフリのチオンジェンでも確定一発に持っていける火力が出て、引っ込められても高速に大ダメージになります。その他の炎技。熱風は相手全体攻撃なのでダブルでは主力技。炎の渦はこの子耐久型もできるので、そういった方なら候補。フレアドライブは物理型用ですけど、攻撃速値高くないので基本は厳しい。ただ同じ物理技でもニトロチャージは素早さアップのために全然採用はありです。毒技もいろいろ覚えますけど、基本はヘドロウェーブ。炎の前より高威力のメインウェポンとして有用です。ベノムショップは相手が毒状態の時に威力2倍っていう技。毒菱巻く方と相性いいっちゃいいですけど、毒菱巻いて毒菱踏ませてってなるとちょっと手間がかかりすぎるかな。アシッドボムは相手の特防を2段階下げる技でかなり使いやすい。高速のアシストをしてもいいですけど、海流相手にアシッドボムで特防を下げつつ、マルチスケールを潰して、その後ヘドロウェーブで倒すみたいな動きができます。その他のタイプの技。草技のエナジーボールは弱点の水地面への打点として重要。テラスタル切って弱点つけばかなりのポケモンを一発で倒すことができます。ソーラービームは使うならパワフルハーブとセットですけど、基本はエナジーボールでいいかな。サイコキネシスも有力で毒タイプへの打点。鉄の毒画とかドヒドイデを確定に圧に持っていけますね。相手の毒菱対策にこの子選出するなら、毒タイプ相手に弱点技を持っておくのはありです。あとはドラゴンに強くなれるマジカルシャインもありですね。放電を覚えますけど、今の環境だと基本は威力も高いエナジーボール優先かな。飛行が流行ってきたりマヒ巻きをしたい場合は交互。チャージビームは 70% で特攻を上げられる技ですけど、確率で特攻を上げるなら炎の前で良さそう。ラスターカノンはフェアリー対策って言いたいんですけど、フェアリー相手にはヘドロウェーブで抜群取れるので優先度は低め。ただ耐久振った羽渡っ紙が増えると他の技で確定に圧を取れなくなるので有力かもしれないです。暴風エアスラッシュの飛行技は抜群取れる草虫相手には炎技でいいし、格闘相手にはサイコキネシスの方が優先度高いんですけど、飛行テラスタル使いたい時にはあり得るかもですね。物理のアクロバットは持ち物を消費しやすいブーストエナジーと相性はいいんですけど、攻撃種族値的に厳しめかな。この子は種族値的に攻撃の実数値を一番高くできないので、ブーストエナジーで攻撃を上げられないんですよね。虫のささめきも悪対策ならマジカルシャインの方が範囲広そうですけど、音技で身代わり貫通なのと、喉スプレーを起動する方を作れたりします。虫技他にもめっちゃ覚えて、
特攻下げられる虫の抵抗、攻撃下げられる飛びかかる、素早さ下げられる飛びつく、交代ができるトンボ返り。あんまり使われてはいないですけど、どれも使いどころがある優秀な技です。補助技で特に重要なのはこの辺り。ちなみに超の舞は覚えません。毒菱は耐久ポケモンの対策になりますし、吹き飛ばしは相手が居座りで積んでくるのを防いで後続に毒菱を踏ませることもできて耐久寄りの方では重要。朝の日差しは安定の回復技です。光の壁も覚えるんですけど、リフレクターは覚えないので壁張り要因としては使いづらいかな。その他、嫌な音、金属音、高速移動、日本バレー、歴フィールド、ダブル用の技では手助けも覚えます。テラストラの候補、まず大事なのは草。弱点の水地面の対策になってエナジーボールも覚えるのでテラバーストなしで攻撃面の強化ができます。あと水も有力で弱点の水を消しつつテラバーストが炎岩地面への濁点になって範囲を広げることができる。他にタイプ1技の強化ができる炎毒はもちろん有力として海流の神速を1回かわして勝つためのゴーストが前のシーズン結果出した方が使ってたりで意外に強かったりする。あと今環境に多い悪ドラゴンに強いフェアリーとか4倍弱点の地面をかわせる飛行とかも有力です。型をまとめるとこんな感じ。まずはブーストエナジーの特殊アタッカー。技はパーティーによって色々あるけどアタッカーの時は今出ているあたりの技から選択するのが普通かなと思います。他の持ち物の時も同じですね。ブーストエナジー使うときは素早さか特攻どちらを上げるかでどっちもあるかなって思いますけど、素早さ上げたいときには特攻全振りにできないことに注意です。突撃ジョッキも有力、サーフ王とかへの後出しが安定しますね。この子アタッカーで使うときにはタイプの耐性とか特殊待機を生かして有利対面に繰り出して高火力で圧をかけるみたいな使い方が使いやすいので特殊待機上がるのは使いやすい。特攻素早さ重視のグラフで書いてますけどヒットポイントとかに振って耐久さらに上げるのもあります。他にはこだわり系も時々使われています。一回殴って引っ込めるみたいな動きになりがちで、オーバーヒートの優先度がちょっと上がるかもっていうくらい。他のアタッカー用の持ち物は気合の助け命の玉と4倍弱点の地面を無効にできる風船とか、あとオーバーヒートとセットで使って攻撃しながら交代できる脱出パックもあります。耐久それなりにあるので気合の助けなしでも動けますけど、物理方面は柔らかいですし、特殊でもタイプ1弱点疲れるとなかなか耐えないので気合の助けはありです。ここから耐久型。毒菱巻きながら自分は朝の日差しで回復して居座り、吹き飛ばして相手全員に毒菱を踏ませるみたいな動きが基本。毒菱効かない鋼タイプに炎技で弱点つけるのが強いですね。持ち物は毎ターン回復できる黒いヘドロか食べ残しが基本かな。毒タイプなんで黒いヘドロが良さそうに見えますけど、自分がテラスタルして毒タイプ以外になった時を考えると食べ残しの方がいいかも。間違えて毒玉にしてはいけません。他にゴツゴツメットとかステルスロック対策の厚底ブーツ、あとは追加効果を避ける隠密マントとかもあります。耐久型別のパターンで物理相手には飛びかかる。特殊相手には光の壁か虫の抵抗で相手の攻撃を弱めつつ相手からの突破を防ぐみたいな方もありそうです。要塞って書いてありますけど、4倍弱点もあって完全に受け切るのは厳しいので味方のサポートもしつつ受け切りも狙いつつっていう感じ。起点作り、攻撃しながら相手の能力下げる技が多いのでその辺を使いつつ相手を弱体化させて後続につなぐ動きですね。毒菱や光の壁を張るのも良い感じ。ただ起点作りするだけじゃなくて火力があってアタッカーとしても使えるのは優秀なところです。最後物理アタッカーも考えてみますけど、攻撃速度低くて技がフレアドライブ以外火力出せる技がないので意表をつけるのはいいですけど厳しめですね。攻撃振っても特攻の方が高いんで特殊技と一緒に採用することになると思うんですけど、それだったら特殊1本でいけばいいかなっていう感じです。はい、だいたい9分。さあ対戦の方やっていきましょう。今回の鉄の毒牙くんかなり変わった子を連れてきました。アタッカーもみんな見飽きてるでしょうってことなんですけど、対戦よろしくお願いします。さあお相手の先発はパオジアン。こっちは羽ばたく神ですね。なんとも言えない対面。どうだろう。これ普通だとちょっとパオジアン有利なのかな。こっちはブーストエナジーで素早さ上がっていますけど、今回の羽ばたく神は前も使ったことがある耐久型です。この方強いんですよね。今回のパーティーはとにかく耐久型で回していこうっていう感じですね。とりあえず甘えるっていきましょう。甘えるかわいい。これは相手もメロメロ。
恋の病。合図好きな。珍しいですね。命中安定なのがいいところ。この耐久ですよ。今回の羽ばたかみは防御特化です。ここ交代してくるパターンあるかな。一回瞑想積んでおきましょうか。交代が怖い。おじゃ、引っ込め。よしよし。物理がきついと思って特殊で来るかと思ったけど、ディンドゥできた。カタストロフィーなら何でも関係ないという。攻撃されても問題ないっていう感じですかね。こっちが耐久型だってのは分かってるのでってことですかね。さあ、特防が上がっていく。で、ここで殴ってもいいんですけど、まず甘える。で、向こうは吹き飛ばしかな。吹き飛ばしてくるっていう感じかな。吹き飛ばしてきそうだな。甘える。とすると殴った方が良かったかな。海ボンバー。吹き飛ばしは来なかった。これは吹き飛ばし持ってないタイプかな。ヘビーボンバーで落とせると思ったかもしれないんですけど、ここは痛み分け打っていきましょう。さあ、めちゃくちゃ回復した。いや、でもヘビーボンバー強いですね。ここは一回、ノーマルになりましょう。で、甘えていきましょう。電流引っ込め。後ろに痛み分けが入るよ。ロトムもヒットポイントが低いポケモンなんで、この痛み分けは、ちょっとあれですね。スカーフトリックしてくる可能性あるかな。強い。甘えていき、さすがに気合いが好きだと思います。聖なる剣。耐えられない。いやー、突破されましたね。鉄の毒牙から行きましょう。で、お相手はテラスタルはまだ切ってないかな。切ってないとすると、ここは飛びかかっていきましょうか。飛びかかりましょう。引っ込め。気合の助けを大事にしていきますね。さあ、災いの器で特攻が弱まって、ただこちらは攻撃していくタイプじゃないんですよね。で、ここ自信を打ってくるタイプだと思うので、ここはタルップで出していきましょう。このディンドゥ君、ちょっと攻撃力ありそうなんですよね。自信。それは全然効かない。鉄壁したらパオジアも耐えられるかな。でもここは攻撃してサイクル回そう。おっと、テラスタル。悪テラスタル。珍しい子ですね。自国付き。ただ攻撃力下がってるから、そう。サイクルにこの鉄の毒が入れると相手弱体化できて余裕できるんですよね。気合の助けを削れば勝ってるけど、そうか。このまま捨ててくるパターンがありますね。ここ鉄壁しましょう。ここで鉄壁。落とさない。これで一回パオジアンの攻撃耐えますね。自己再生していきます。もうディンドゥは鉄の毒牙でいつでも突破できるので急がなくていい。
パウジャンの攻撃を1回耐えて、剣の助けを削って、鉄の毒牙につなげば勝ちですね。今回のタルップルは熱い脂肪なので、4倍弱点の氷技でも鉄壁詰めば耐えられます。急所はって感じですね。いや、ここからですよ。飛びかかる。この飛びかかるで相手の攻撃を落とすと。そうするとなんと耐えられちゃうんですよね。で、朝の日差しで回復していく。いや、いいですね。パウジアンを受けつつ交代先も弱体化させてサポートっていうところで耐久ループでめっちゃ使いやすい。もちろんアタッカーとか毒菱の耐久型も強いですけど、今回の鉄の毒牙も強いっていうところを見せていきたい。今回の鉄の毒牙は防御特化です。ここまで来ればあとはもう大丈夫なので炎の舞していきましょう。こんだけヒットポイントあれば大丈夫。まあ前のターンが1回余分だったかもしれないですけどね。さあパオジアンを倒して、いや防御鉄の毒が強い。鉄の毒は使ってるとどうしてもやっぱり耐久が欲しくなることがあるので、この防御鉄の毒が強いですね。さあお相手はリンルー。災いの器で特攻が弱まった。いや、さすがに落とせる。さすがに落とせる。コウさんが選ばれました。対戦ありがとうございました。今回はここまでです。またね。